全然ほんとせえへん。今何も踏んでんの？ブレーキ何も。エンジンかかってへんみたい。エンジン、そうですね、エンジンかかってないというかエンジンがないので。あ、そっか。そうなんですエンジンがないんです。モーターやからもちろん。これ今 E ペダルオンになってるんですね。オンになってます。だから全く進まないですね、これ全然。それはまた E ペダルとは違って、勝手にサイドブレーキが、かかってるんですね。オートホールドモードっていうのがついてるのであー、それがオンになってると、ここが緑色の時はそれがオンになってるんですよ。はいはいアクセル踏むとそこ白色になるんで。いいですかね。はい。左どうですか、車線め売れてます？はい。ちゃめちゃ売れてますね。やっぱり。はい。もう、今から、何台かは、即納できるやつもありますけど、ほとんどがもう新規発注なので、今から新規発注するともう来年の4月か5月ぐらいの納車です。部品は大丈夫なんですか？例の半導体の。まあそれもあってだと思うんですけど、あ予想以上に受注が入ってるのと、部品不足と、そういうのが重なって、今納期が8ヶ月9ヶ月ぐらいですか。今回このさくらはやはりセカンドカーにしていただけるぐらいの値段設定になったので、もう一番安いぐらいでほら200万ちょいぐらいですか？そうです、205万ぐらいですね。それ言い出したら多分あれちゃうかな、エブリーとか N ボックスの最高級グレードと変わらんぐらいになってくるんちゃうか。そうですね、オプションそんなにつけなければ250万までで十分収まるので、今年度分の、補助金が55万円返ってくるので、そうするともろもろ入れたら200万切ってくるので、なるほど、すごい買いやすいですよね。はい、安いですね。うん。で13040キロぐらい走れますから、毎日乗るけど長い距離走れへんっていう人にはもってこいですね。スタンド行かなくていいですし、1日だいたいメーカーも片道30キロぐらいを毎日走る方を想定して作ってるので、なるほど。そうすると60キロ70キロ毎日乗るけど、遠出せえへんやったらこの車で、1日走って帰ってきて夜の間に充電したらまた朝満タンで出れるんで、通勤には持ってこいもってこいですね。あとボディサイズもあるんちゃいます？そうですね、リーフとかやっぱりちょっと大きいから。そうですね、軽自動車の枠っていうのもやっぱり非常に大きいですね。ですのでやっぱ郊外に住んでらっしゃる方で一軒家の方に非常に人気ありますね。気になったんだけど、これ税金ってどうなんですか？これは軽自動車の税金です。普通車と同じ普通のガソリンの軽自動車と同じ税金ですね。1万、年間1万800円です、自動車税は。リーフはどうなんですかね？リーフはボディサイズが軽自動車の枠を超えてるので、普通乗用車の一番排気量の少ない、いわば 660cc を超えて 1000cc までの税金なんですよ。排気量がないからね、エンジンがないから。排気量がないので基本的にはボディサイズで決めてる感じですかね。電気自動車の場合はそうですね、軽自動車の枠に入ってるか入ってないかもそれだけですね。それがね、昔からどうなってるのかなと思って、特にハイブリッドなんか余計ややこしいなと思って。いや、ハイブリッドとかそのエンジンついてる車はもう排気量で税金が決まるんですよ。ボディサイズは関係ないので。エンジンもあるから。そうです、エンジンがついてるので、ハイブリッド。そっちでいい。そうです、ハイブリッドの車はエンジンがついてるので、エンジンの排気量で自動車税が決まってくるので、1500cc のエンジン積んでるのであれば 1000cc から 1500cc までの間の自動車税。なるほど。ですので、思ってるよりいい感じじゃないかな。走りはすごくいいでしょう。軽自動車の走りじゃないので力強いですから、もう普通車並みに加速して、ちょっと次直線だったら組んでみよう思うよ。ちょあ、っとだけ。リーフもね、なかなかの加速力やったから。これもなかなかの加速力。ちょっと踏みますよ。はい。これノーマルモードですね。そうです。こっちのボタンを押したらスポーツになってます。はい。これ変わりました。はい、それスポーツ。今スポーツです。はい。踏みますよ。はい。全然ちゃうわ。こう踏んだ時のこう反応がちゃうでしょ。もうレスポンスすごいですよ。ぐんぐんいきますよ。すごいな。運転しやすい。全然しやすい。
ハンドルもめちゃくちゃだからこの回生ブレーキがめちゃくちゃ効くわそうなんかクカクなんねんけど。これで今エコねはいこれスタンダードこれ日産一押しですか今一押しですね。今これは三菱とのあれですかねはい三菱との共同開発ですでもどれが何や分からんかったかな最初これアラウンドビューブレーキ斜め立てるはいそうですちょっとかなり斜め感が順列苦手なんで。あ OK ですこれでまっすこれで入りましたよはいまっすぐぐらいほんま？はいあ、ほんまや。すごい。こんなもんですよねはいでこのパーキングボタンを押していただくこれはドライブ戻す必要ない P もう戻す必要ないですもう戻すだけで P を押すですはいそしたらもサイドブレーキももう自動でかかるんですはいすごいな賢い。その SOS っていうのは。これは緊急コールセンターにつながるボタンですこれ緊急の時にこれ長押ししていただくと、コールセンターにつながるんですよでまあ事故して電話かけれないとかあと最近よくあるのが煽り運転に遭ってるとかああ、すごい。今煽り運転に遭ってますってこれかけていただいたらこの車がどこにあるのかも全部コールセンターにはもう車の位置まで分かるようになってるので、はいはい全部についての標準。いやこれはオプションちゃうこかれもオプション。これとセットでオプションですあ、なるほこれ日産なんとかでサービスですよね確かこれそうです日産コネクトという、はいはい通信のサービスはいじゃないですけどエンジンに似てるようなものがあこれここがインバーターって言いまして、はいはい変圧器です、はいはいこの下にモーターがついてるんですよバッテリーはどこにあるんですかねバッテリーは床下ですあシートの下はいはいすごいですねこれならインバーターが逆になんかエンジンっぽいですねなんかそうなんですよボンネット開けたらこれなんで、へえはいありがとうございますわかりましたあと密室見てもらいますトランク、密室もシート前にするとすごいですねこれ丸ごと2つとも動くんや、はいへえでこの下にちょっとした物入れはいはいはいこれが充電ケースですあはいはいはいですよね充電のあれはそうですこっちが普通充電ですねこっちが急速充電はい急速充電で満タンどれぐらいかかりますかね時間30分でカラカラやっていただいて大体8割まで回復ですほなもう十分使用できる範囲です全ね然大丈夫です30分ぐらい全然問題ないんで、 30分していただいて大体100キロぐらい回復するような感じあカラカラやってるんですよあはいはいですので 30% ぐらい入ってる状態からやっても30分で満タンにはならないんですよ、はいはいはい大体8割から9割ぐらいしかならないですけど、まあそんな感じですねはいで普通充電は大体8時間で満タンになるはいはいはいから普通充電は家の100ボルトからいけるんですね200ボルトですやっぱりいるんですかはい家のやつは充電器をつけていただかないといけないあやっぱりそうなんですねはい200ボルトでして100ボルトで充電のもできますけど100ボルトですとやっぱり遅いので、時間だいぶかかりますねはい、倍かかるので200ボルトの充電でやっていただいて8時間ぐらいで回るはいはいですので夜帰ってきていただいて充電したら朝には回しますなるほどあとはなんか売りないですかね独特のこの車ここは足元すごい広いなそうですね軽自動車このサイズではもう室内の広さはピカイチだと思いますそれともう一つはこの床下運転席と助手席の下の床下にバッテリーがあるので、はいはい重心がやはり低いですから、はいはい普通の軽自動車と比べてもやっぱり乗り心地とコーナリングの時の安定感が全然違いますやっぱロール違いますもんねはいこれあれですかねやっぱり電気自動車だからこそあそこの真ん中のあれがないんですかねあそうですね膨らみがないからはい、ほんでここフラットで広いんですねここめっちゃそうですねマフラーを通す必要はないそうですよね、はなんかあそこ広いなってあとは特段ないですかね運転席側はこれやとか新しいはこれやとかまあ、他の車にもついてますけどもブレードで、設定は違いますけど高速道路の、追従ですか追従とレーンキープ、あはいはいも軽自動車でついてるのはもうこの、サクラとあとデイズとルークスだけですので、日産だけですもんね、はい自動追従してるの、
ごいな。これ売れますね、間違いなく。そうです。